皆さん、こんにちは。今現在私はですね、アルバニアのベラトという町にいます。今朝ね、8時のバスで、サランダっていうね、3週間滞在していた港町から5時間かけてこちらに向かってきました。でね、ここのベラトはね、どういう町かっていうと、結構有名な都市みたいで、1000の窓を持つ町って言われてるみたいでね、世界遺産に登録されています。で、ベラトはね、アルバニアの中南部に位置する都市で、人口が6万5千人いる都市です。セルビア王国の支配を受けた後に、オスマン帝国の影響を受けたんですね。で、そのオスマン帝国時代の建物の建築様式を見られるっていう感じで、今回はね、1000の窓を持つ街、ベラトを観光していきます。それでは、今回、ベラト観光、スタートです。はい。今現在私はですね、ゴルツァブリッジっていうところにいるんですが、川を挟みまして、山側にこういった感じでね、多くの建物がずらーっと並んでいます。15世紀からね、オスマン帝国の影響を受けたみたいなんですが、その影響でね、窓がね、こういう感じで縦長になってるんですね。各家が同じ方向を向いていることによって、日光を効率的に取り込むことができるみたいです。こう山の中に家々がずらーっと並んでるのがすごい不思議な感じするんだけど、階段状に建てられた家々が重なり合わないように工夫されてるみたいです。で、その結果多くの窓が一度に見える独特な喧騒を生み出したというような感じになっていて、世界遺産になっているというような感じです。で、こっちにもね、山があるんだけど、この山にもね、同じようにね、建物がずらっと並んでいます。今からね、ちょっとここの、大通りに沿ってずらっと向こうに歩いていきたいと思うんですが、向こうを歩いていくとね、マンガレム地区っていうね、結構有名な地区が出てくるみたいなんで、とりあえずそっちまで歩いていきたいと思います。すごい、ここではあれですね、釣りをしている方がいますね。3人の男性がね、ここの川で釣りをしてるんで、何かが釣れるんでしょうね。はいはい、今ね、マンガレム地方に着きました。マンガレム地方に着いたんですが、なんか皆さん見えませんか？私の後ろに。なんか巨大なクマちゃんいますよね。まだ撤退されていないクリスマスのクマちゃんがいます。こちらのヨーロッパはね、一応新年明けてもクリスマスの装飾がなくならないみたいな感じの現象が起きてるみたいです。はい。一応ここがね、マンガレム地区っていう有名な地区になってるんですが、ここら辺のね、レストラン見るとわかるんだけど、こういう瓦屋根みたいな、はい、ものに石造りの建物がずらーっと並んでるのが見えます。ここら辺もね、やっぱり縦長の窓を持っていて、全部が同じ方向を向いていて、日の光を取り込みやすいようになってると。で、おそらくね、そこら辺に教会が見えるんだけど、こっちね、イスラム教の方も多いんですが、東方正教会のね、教会もちらほら見ます。はい、今ね、一応橋の上に上がったんですが、橋の上からはね、綺麗に山の方の、さっきこの、くまちゃんのところから見てた建物がね、綺麗に見えますね。で、皆さん見てください。あそこにね、パラグライダー、パラセーリングやってる方がいます。多分向こうの丘の上から飛んできたんでしょうか。あれ、どこに着陸するのかすごい気になるけどね。はい、見てください。みんなが建物に集中して気を取られている間、私は何を見ているかというと、あそこの野良犬たちです。あれがベラトのご当地犬でございます。はい、ワン様です。ワン様。一匹茶色いのがテコテコ歩いていきますね。どこに行くんでしょうか。向こうの2匹の犬は何かを探しているようです。何を探しているんでしょうか。ちなみにアルバニアはね、結構私犬の死体を見ましたね。サランダからこちらまで来るまでにバスの中からね、ワンちゃんの死体を2匹見ました。とりあえず今からね、有名なベラティ城っていうのがあるらしいので、ベラティ城まで向かっていきたいと思います。はい、ベラトのね、街中結構ね、交通量が多いです。ここは多分交差点かなんか大きな通りなんだと思うんだけど、向こうのね、ちょっと坂になってってるんだけど、向こうまでね、結構渋滞が続いてるのが見えますね。はい、すごいジロカストラそっくり。なんかジロカストラよりもベラトの方がちょっとおしゃれ。街中が可愛いです。はい。はいはい、今ね、急なね、坂道を登ってきて、やっとベラティ城に着きました。今ね、ここの坂道を登ってくるまでに、結構多くのタクシーが渋滞してました。ネット情報でちょっと見たんだけどね、登りは確かにすごいしんどいから、体力ない方、あとは金銭的に余裕がある方はタクシーをご利用になられてはっていう記事を見ました。当然ながら私は金銭的に余裕なんてないので、歩くという手段しかないのですが、皆さん、私今すごい可愛いものを発見しました。はい、あそこにはヤギがいますね。チリンチリンって首になんかぶら下げて、草を、もしゃもしゃ食べています。そして、今私が、行くのがね、
ここのベラティ城でございます。ここはね、千の窓の街として有名なベラトの象徴であって、2008年にね、世界遺産に登録されたみたいです。おそらく、入場料は無料だと思います。はい、入りました。左手にはね、あんまりカメラを向けるとグイグイ来そうなので、あれですが、物売りがいましたね。はい、一応ね、お土産屋さんなんかもベラティ城内に入ってるみたい。ベラティ城めちゃめちゃでかい。このような感じでね、石造りの建物がずらっと並んでいます。はい、めちゃめちゃ絶叫のスポットを見つけました。はい、お城からの眺めこんなような感じです。めちゃめちゃ綺麗。はい。でですね、今ね、私はベラティ城にいるんですが、ここのベラティ城、誰が建てたのかっていうお話をします。はい。それはね、紀元前4世紀に遡るんですが、古代バルカン半島西部及びイタリア半島南東部に住んでいたインド、ヨーロッパ語族の一派イルリア人っていう方がいたんですね。で、イルリア人が紀元前4世紀にイルリア王国を形成して、こちらのね、ベラティ城を建てたみたいです。はい。で、余談なんですが、前々回のね、アルバニア編見ていただければわかるんですが、20レクと10レク、コインのね、裏面にはね、イルリア王国の女王様と王様の絵がね、描かれていたと思います。はい。で、話を戻すんですが、ベラティ城はね、紀元前4世紀に建てられて、紀元前2世紀にはローマ帝国によって焼かれてしまったみたいなんです。で、440年にね、ビザンツ帝国の皇帝、テオドシウス2世によって城壁が補強されたみたいです。で、13世紀には現在の形がね、建築されて、今見れてるのは13世紀に建築された様式っていう感じなんですが、かつてはね、城内には多くの教会が存在したみたいなんですが、今は一部の教会しか残っていないみたいです。オスマン帝国時代にはね、重要な要塞として機能したみたいです。時代をね、遡るとこのような感じになります。はい、そしてびっくりするんですが、なんと、ここのベラティ城、数百人の方が今でも住んでるみたいです。ジロカストラとかでもね、ジロカストラ城とかもいっぱい行ったんですが、他のお城と違う点は多分ここだと思います。ローマ帝国、ビザンツ帝国の時代を経て、今でもね、人が住んでいるっていうのは結構すごいグッとくるものがありますね。はい、すーごい石造りの家がずらっと並んでいます。この家々たちも、同じようなね、外装をしていますね。窓が縦長、光を取り込みやすくなってますよというような感じで、全部のお家が、日の光の方向を向いているというような感じになっています。お土産屋さんみたいな感じになってます。一応ちょっとさらっと見てみます。はい、アルバニアのスノードームが売ってます。よくわかんない鈴みたいなものが400レク。フクロウのような、置物が1000レク。1000レクもするんだ。はい、上にはキャップがあったりだとか、これは多分ムスリムの方たちの帽子なんだと思います。なんか見た感じね、お料理はね、そんなにね、めちゃめちゃ高いっていう印象はないかもしれない。まあ、サランダが結構高めの設定だったから、それに慣れてしまってるっていうのはあるんですが、はい、ここら辺にはなんか、お手製バッグとか、絨毯とか、まあ、これなんか本当にアルバニアの絨毯みたいなものが並んでます。はい。The Guardian number one restaurant in Castello. Thank you. Very, very nice. From Very, very nice. Japan? Japan. Japan, very good. Thank you. Thank you. こっちのね、アルバニアの方たちはね、すごい優しいですよ。本当にね、安い。ほら、見た感じね、結構ね、お手頃な値段で食べれます。多分サランダが高かったのかな ?1 ユーロでアイスクリームまでありますね。で、なんかよくわかんない猿が、はい、ぶら下がってます。片目しかないですね。こっち行くと特になんもなさそうだな。ほら、もう住宅地って感じだもん。多分自家用車なんでしょうね。こういう車も。今でもお城に何百人も住んでるって考えたらすごい。こんなところに住んでるって、なんかあんま想像つかないよね。ちょっとね、特になんかこっち行っても何もなさそうだから、ちょっとこっち行ってみます。何でしょうか、これ。何があるんでしょうか。気になりますね。わかったわかった。結局やっぱここにたどり着くんだなっていうところに来ました。でもすごい綺麗。どうしよう。これね、絶対サンセット時に来る方がいいと思います。じゃじゃん。あらー、綺麗。ほら、もう山の頂上がピンク色になってるんです。カメラ向けちゃったからかな。ちょっと照れちゃったのかもしれないんですが。わかったわかった。お城の中側に入っていくと、住民の方たちがいるね、普通の石造りの家、民家みたいなものが出てくるんですが、外側を歩いてるとね、こういう感じで、綺麗な景色を、一望しながら歩けますよ、みたいな感じになってます。はい、今ね、街の向こう側から、アザーンが聞こえています。はい、ベラティ犬がいます。ベラティ城犬です。はい、一応こういう感じでね、上に上がれるみたいなんですが、はい、私もちょっと一応この上最後に登ってみたいと思います。すごい、なんかこっち側何も、柵がないので、怖いです。普通に落ちたら、死にます。はい。めっちゃ綺麗。今私そこの階段から登ってきたんですが、
はい、向こう登るとこういう感じになってたんですね。多分サンセット時に、ここら辺登って日を見るって結構いいかもしれない。綺麗。いつになっても綺麗です。ああいう感じでね、車がね、行き交ってます。本当になんかアニメの世界みたいな感じです。はい、ここがね、ベラトっていうところでした。結構ね、ここの石造りの喧騒が前回言ったジロカストラに結構似てるから、時間ない方はジロカストラとベラトどっちに行こうかなって迷う方が多いみたいなんですが、個人的にはね、どっちも良かったです。ジロカストラは本当に霧がかってて、なんか異世界観がすごかったから、あれはあれで私すごい好きだったので、今のところ私の中では圧勝でジロカストラかもしれない。なんだけど街並みは、ベラトの方が可愛いです。霧がなかったらベラトって感じです。とりあえずね、もう結構暗くなってきたので、こんな感じでベラティ以上の観光は終わりにして街に戻っていきたいと思います。はいはい、今ね中心部の方に戻ってきました。でね、中心部の方ね、夜はライトアップされててすごい綺麗です。はい、このような感じで、はい、街中ね、なんかベトナムの本屋みたいな感じの色合いで、お空がなんかカラフルになっています。で、見えるかな、今私発見したんですが、ちょうど今画面中心部にね、可愛いサンタさんがいますね。めちゃめちゃ可愛い。はい、そして今中心部のね、こっち側の道はね、さっきも通ってないので行ってみたいと思います。前々回の動画でね、物価紹介してるので、物価気になる方はね、スーパーの物価紹介見てみてくださいな。ほら、ここはもう完全にローカルなフルーツとか果物とかが売ってるお店です。なんかサングラス屋さんなんかもありますね。はい、ここも同じようにコンビニ。ここのコンビニは全部ね、値段表記がしてあって優しい。上にはこうやってつらーっと、はい、冬のイルミネーションがされております。お、デリバリーだ。デリバリー。今ね、歩いてたらね、ちょっとね、クリスマスチックな通りが出てきました。はい、これが何なんでしょうか。上の岩は何なんでしょうか、皆さん。はい、なんか今歩いてたらね、クリスマスマーケットみたいなところ出てきました。ここの道まっすぐ行くとクリスマスツリーが見えますね。なんか観覧車とかメリーゴーランドとかがあるので、もしかしたらちょっとしたちっちゃな遊園地になってるんだと思います。なんか見て、ほら、行き交う人みんな家族とかお友達とかカップルとかでいるわけです。ここのアングルちょっとおしゃれで、バーなんかがありまして、クリスマスツリーっていうような感じで、なんか早い回るのは早いんだけど、これ何周するんだろう。今3周目なんだけど、3周でも終わりません。ちょっと恥ずかしい。なんかこの帰ってくるまでになんか私すごい見られるの、子一人で乗ってるみたいな感じですごい恥ずかしいんだけど、すごいなんかさ、上まで行って行き交う人々とちょっと目が合うの。みんなね誰かと乗ってるのよ。私みたいに一人で乗ってる人いないんですね。恥ずかしいです。皆さんこれ何周するなら5周とかするのかな。大して別になんかめっちゃ絶景とかっていうわけではないんですよ。もう恥ずかしい。そろそろ止まってくんないから。何周すんだろう。同じ景色。あれ乗りたかった。あれパイレーツみたいなやつ今初めて見ました。あれ乗った方が良かったかもしれない。止まった。止まりました。一人ずつ降車してるくっていうような感じだと思います。今多分一人ずつ降りてるんでしょうね。そうですね。私まだ降りれないですね。ピンク、青で紫とか来る。ちょっとエッチな色してはい、今頂上にいます。で、止まってます。ちょっとね、さっきのクリスマスマーケットから離れてきました。寂しくなっちゃって。
誰もいないからさ。で、ちょっとね、私ワイン飲みたくなったので、ワイン飲めるお店来ました。さっきのここの通りなんですが、ここにね、なんか大きな岩があって、水がみたいなところがありまして、ここの左手にね、ワインバーがありましたので、ここに行ってみたいと思います。はいはい、今なんかすごいね、照明とかも変えてくださったんですが、白ワインもらいました。これがね、安い200レクでした。でね、ここに噴水あるじゃない。うるさいの、噴水が。噴水うるさい。はい、それでは、いただいていこうと思います。いただきます。私はね、ジョージアで習ったワインの飲み方、はい、こうやってくる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 と回しまして、香りを出します。こうやって酸化させるんです。はい、色を見てみます。白いな。匂いを嗅いで。今ね、ここのほっぺの受容体が大喜びしてるの。あ、ワインだワインだって。ここはね、一応ね、ドリンクメニューはいろんな種類がありました。人は全然いないです。まだ時間が時間だからね。ベラト観光は今日着いたんですが、ベラトの観光は1日で十分かなと思ったので、明日ね、一番有名な首都のね、ティラナに、向かいたいと思います。だから明日ちょっとのんびりこっちで編集かなんかやった後に、ティラナ向かってゆっくりティラナでね、観光していきたいなと思います。個人的にベラトはね、すごいね、可愛い街だなと思いました。結構石造りでね、落ち着く感じ。ベラトに来てベラティ城を見ないで帰るということは、日本に来て日本の空港に着いたのに、入国しないで帰るみたいな感じにな。それではね、ここまでご視聴いただきありがとうございました。次の動画のティラナ編も見てくださると嬉しいです。もしね、ちょっとでもベラトいいなと思っていただけたらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。